はい、こんにちは。岩健です。今日はですね、悩める全フローターに送るというところで、格上のバックから点を取る3つの技術、こんな話をね、していきたいと思います。さあ、早速、こんな悩みに答えますというところで、今日はね、質問をいただいたので、それに回答していきたいと思います。読み上げますね。質問です。自分はフローターをメインにプレーをしているのですが、力負けするバックが相手だと潰されてしまい、何もできなくなってしまいます。力強いバックからシュートを打つ技術や考え方を教えてほしいですというところでね、さあ、これについて答えていきたいと思います。さあ、行ってみましょう。水球におけるフローターとフローターバックには、このパワーポジションと呼ばれてるんですけれどもね、このパワーポジションのね、宿命、やっぱりね、力を使うポジションの宿命なんだよね。力負けしちゃうっていうのはね。で、このフローターの質問、それから同じようにバックの人の質問で、力負けする系、この質問めちゃめちゃ多いんですよ。でね、これは何かっていうと、あなた自身、ね、これを相談してくる人自身も力比べでフローティングしてる、バックをしている、そういった力比べで勝負をしている証拠なんじゃないかなと思うんですよね。これね、じゃんけんで言ったらもうグーチョキパーがあるから勝負ができるのに、じゃんけんでグーしか出せない状態だったら、それは相手パー出して終わりますよねっていうところなんですよね。なので、このパワーポジションではあるんだけれども、技術、考え方、ここについて、解説をしていきたいと思います。さあ、格上のバックから点を取る3つの技術。ね、これ、考え方については、力負けするのに力で行くやつはアホだよねっていうところでね、ちょっと厳しい意見にはなるんですけれども、こういった考えのもとで、技術を使っていこうというところですね。で、その理由としては、相手が力強くて、ねじ伏せられてるんだったら、相手の苦手分野で戦うしかないでしょ。力で勝てるんだったら何も苦労はないんだけれども、そうじゃないから困ってるんでしょ、悩んでるんでしょっていうところでね、相手の苦手分野探っていこうよっていうところですね。で、内容としては3つあります。1つ目が移動型のフローターになれ。2つ目が外周との連携を取れ。3つ目がブロッキングを極めろ。この内容でね、やっていきたいと思います。さあ1つ目、移動型フローターになれっていうところで、結論としては、ポスティングやスクリーンプレイ、これを練習して使いこなせるようになろうというところですね。でね、これ何がいいかっていうと、スクリーンプレイだとマークチェンジしてくれて、専門外の人がね、自分のマークについたらラッキーじゃないですか。その強いバックに仕事をさせないで、外周に行かせちゃうっていうところでね、このスクリーンプレイ、これもね、使っていけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。でここのポスティングやスクリーンプレイっていうと、なんかね、外周、ドライバーのね、イメージがあるかと思うんですけれども、だからこそね、ポスティング、スクリーンプレイをフローターが使えるっていうのはかなり価値が高いプレイヤーになれるんじゃないかなと思うんですよ。なので、ぜひぜひ、ポスティング、そしてスクリーンプレイ、練習をしてみてほしいなと思います。このポスティングについてなんだけど、1メートル、たった1メートルでも相手の体勢を崩すことができるんですよね。ポスティングって本来、外周の選手が力で勝てないから、だから泳いで相手の体勢を崩して、その状態でフローティングっぽいことをするって言ったら変だけど、ポスティングをしていくことで点数を取っていく。そういったね、イメージが強いかもしれないけど、ドライブではなくて本当に1メートルの短い移動でも相手の体勢を崩す。移動ありのフローティングっていう感じかな。移動型のフローターになれっていうところで、この5メーターも6メーターもドライブをしていってポスティングするっていうイメージよりも、1メートル、1.5 メートル、ここのフローティングのエリアの中で相手の体勢をどう崩すか。そのためには移動していく。出足で相手の体勢をぐっと崩すとかね。引き足で移動するとかね。そういったところでのポスティングっていうのを模索していってほしいなと思うんですよね。さあ、2つ目。外周と連携を取れというところで、力で劣るなら頭を使って勝とうというところでね、さっきはね、移動型っていうところで新しいね、技術を手に入れようという話だったんですけど、この外周との連携を取れっていう部分は頭を使って勝ちましょうというところですね。これね、外周からワンタッチでパスがしっかりと来れば、正直勝負できると思うんですよ。だから、自分が頑張る。それももちろん大事なんだけれども、仲間に助けてもらう。頭を使って、ね、仲間に指示を出して、仲間にパスをもらって、それでやっていくというところですね。で、これどういったフローターバックの選手に効果的かというと、フットワークが苦手。だけど、とにかくパワーで抑え込む、力で抑え込むタイプのフローターバックには特に有効なんで、もう力で勝負してますみたいな相手で、いや、これはちょっとパワーじゃ勝てないでしょって、技術もちょっと厳しくねってなった時には、頭使って、仲間を使ってやっていきましょう。外周からスパッとね、いいパスを落としてもらえれば、耐水だったりとか、回し込みができたりとかね、シュートまでいけるんじゃないかなと思います。さあ3つ目、ブロッキングを極めろっていうところで、これね、もう一番伝えたいから3番目最後に持ってきました。フローターはね、初手、一番最初のブロッキングだったりとか、そのプレーで、一番最初のプレーで決まる世界です。もうね、これはもう声を大にしてお伝えしたい。ここのね、一発目の攻防というかね、勝負で、フローターが勝つのかバックが勝つのか決まってくるんじゃないかなと思ってます。でね、これなんでかって言ったら、フローターの人が見てることが多いと思うんだけど、
何秒ボールキープできる？どうですか5秒も6秒もボールキープしてガチャガチャ背中で押し合ってシュート打ってる？そんなことないよね。1秒、2秒、3秒の世界でも、3秒でも長いけど、だってきついじゃん。きついし、フローターにボールが落ちたら、ゴールキーパーが出てきたり、外周の選手が降りてきたりしますよね。で何秒ボールキープしてシュート打ってますかっていうところだと思うんですよね。だから、ここの初手で、本当に、勝負が決まってくる、本当コンマ何秒の世界になってくるんじゃないかなと思うんですけど、だからこそ、相手がね、ボールを取ろうとする瞬間、相手がよし、勝ったぞ、ボール取るぞっていう瞬間に、ゴール前でね、ブロックをしていく。これがすごい大事だと思うんですよ。で、皆さんにお勧めしていきたいのは、ゴール前でブロックだけの練習。シュートまでいかなくていいけど、バックの選手が取ろうとした瞬間に、フローターがブロックする。もうここのブロック練習だけでいいと思うんです。そこで、シュートまでいけたかいけなかったかとか、相手が耐水だったかどうか、もうそれはもう次のレベル。もうね、とにかく、ゴール前でフローターとバックがいて、ボール入れてもらって、最初の一発目を止めれるかどうか。もうここの練習をね、すごいしてほしい。ブロッキングを極めろ。ここね、ぜひ皆さんに伝えていきたいと思います。さあ、ということでまとめになっていくんですけれども、今日はね、フローターがね、パワーで負けちゃうとき、どうしていけばいいか、技術や考え方を教えてほしい。こういったところで、内容をね、考えてみたんですけれども、考え方としては、力負けするのに、力で行くやつはアホですよと、厳しいことをね、何回も言うけど、だからこそ技術であったりとか考え方っていうところでレベルアップしていこうよっていうところですね。で、その理由なんだけど、やっぱりね、パワーが強いと相手の苦手分野、これをしっかりと見つけれる選手、やっぱね、賢い選手じゃないと、こういったの、力対力で、なぜか勝てない。なんでだって、そりゃそうだ、力で負けてんだからっていうところにね、気づかないといけないかなと思うんですよ。相手の苦手分野しっかりと見つけていこうよっていうところですね。さあ、それでおすすめの方法として3つ挙げていきました。移動型のフローターになっていこうよ。外周と連携を取れる賢いプレイヤーになっていこうよ。ブロッキングを極めて、フローターとバックの初手。一番最初の一発目で勝負を決めていこうよ。こういったところで話をしていきました。っていうところでね、今までゴールキーパーの教科書っていうのを作ってたんだけど、これから再生リストのフローターの教科書、こういったのを作っていきたいなと思います。フローター、これ見たらなんとかなるかなっていうところをね、まとめていきたいと思いますので、ぜひね、フローターの教科書見てみてほしいなと思います。もう今ね、フローターに関するもの、バックに関するもので、何本かな ?5 本か6本動画上がってたので、もしね、過去の動画見逃してる人がいたらね、この再生リストからチェックしてもらえたらなと思います。そんな感じで、今日はね、フローターについてのお話でした。またね、これでフローターが上手くなったら次バックからね、質問が来るかもしれないけど、質問いつでも受け付けてますので、YouTube のコメント、それからコメントだと全体にね、見えてしまって恥ずかしい、それはちょっと嫌だ、個別で相談したいという人は公式 LINE もやってますので、概要欄の方からね、チェックしてもらったり、YouTube のコメントしてもらったりで、どんどんね、質問をくれればいいかなと思います。そんなこんなで頑張って練習してくださいね。そしたらね、バイバーイ。